星野シャナのスターライトラジオ。こんばんは、星野シャナです。明けましておめでとうございます。もうこのくだり毎年遅くて本当にすいません。いや、理由があるんですよ。私一応初投稿日が2017年の1月25日なので、ちょうど1月25日、2026年で9周年になるんですね。意外と長いんですよ。なので、ちょっと1月のご挨拶は、去年とか、一昨年はどうだったか忘れちゃったけど、なんかこんな感じで、そうなんです。ちょっと周年に合わせて投稿させていただくっていう形になっております。はい。で、1月も下旬に入るんですけれども、皆さんお正月は楽しめましたかね？私が聞くのもおかしな話なんですが。はい。私はですね、年末年始は結構いろいろやってて、そう、日帰りで旅行とかもしたし、もちろんいろんな方にご挨拶したり、お友達とちょっとご飯行ったりとかね。で、初詣ももちろん行ったし、そう、あとね、意外と本読んだりして勉強したりとかもしてたかな。だから、意外とバタバタと年末年始過ごしたなっていう感じです。そうで、その勢いのまんまね、仕事始めの1週間を過ごしたんですけど、まあ大変。いや、もう最初から覚悟はしてたんですけど、想像以上にきつくて、本当に出だしから息切れしていたところではあったんですが、でも無事に年を越せて何よりといったところでございます。そうで、ちょっと年末年始でね、残しておきたいエピソード的なのがあって、そう、ちょっといいことがあったの。いいこと、なんかすごいことがあって、そう、年末、母とちょっと出先、日帰り旅行みたいに行ったんですけど、そこの神社でおみくじ引いたんですよ。年末ね、年末。そう、そしたら、同じ番号で大吉だったの。すごくないと思って。別々のタイミングで引いたのにね。そう。で、これでね、終わんないんですよ。で、初詣も母とちょっと行ったんですけど、行った先のお寺でおみくじを引いたんですね。で、隣の台っていうのかな、別の箱でおみくじを引いて、引いた後に合流してどうだったってやったの。そしたら、同じ番号で大吉だったの。すごくない？年末も同じ番号で大吉で、年始も同じ番号で大吉だったんですよ。そんなことあるんだと思って、すごいびっくりしちゃった。なんか、ミラクルすぎてちょっと怖いまであるんですけど、そう、でもなんかそんな感じの年末年始だったので、今年ちょっといいことあるかもなっていう予感がなんとなくしてます。そう、結構ね、前向きなスタートを切れたんじゃないかなという感じです。はい、お正月についてはそんなところなんですけど、本題なのかな、9周年の話をしたくて、早くないですか？いやー、2026年で9年ですかと思ってすごくびっくりしております。そう、なんかね、結構投稿ペースバラバラではあったんだけど、最近、ここ数年ぐらいは、週1本とか目標を決めてずっと投稿し続けてて、で、今年も何とか継続できて、ああ、頑張ったなっていう感じです。いや、でも正直本当に仕事始めてから週1本って結構難しいなと思って、そう、もう来年は無理かもしれないってもう毎年のように思ってます。なので、しれっと投稿ペース減ったらね、忙しいんだなっていうふうに思ってください。いや、本当に社会人になってから時間が早すぎる。一日の余暇の時間っていうのかな。自由に使える時間が短くなってるっていうのはもちろんそうなんだけど、時の流れが早すぎて、本当にね、気づいたら年末みたいな状態ではありました。そう。もう社会人2年目終わるんですかっていう、なんか、そんな気持ち。もう本当にね、気づいたら時間に置いてかれるみたいな感覚が今年は特に強くって、だからその YouTube とかもそうですけど、もうどんどん新しいことをやっていかないと、もう後で、時間も足りなくなるし、気力というか体力というか、もう追いつかなくなって、できなかったなって後悔することがたくさん増えるんだろうなっていうふうに思いました。なので、多分このチャンネルの視聴者さん結構ね、10代、20代の方多そうなの。めっちゃ若そう。だから、若い方は本当に、やりたいことをたくさんやってほしいなってしみじみ思いました。マジでね、20代
超えてからっていうのかな、20代に突入してからの時の流れは本当に倍速ぐらいよ。体感がね。そう、だから本当にやりたいなって思ったことがあったら、それこそ学生時代とかにたくさん動いていろんな経験してほしいなっていうふうに思いました。なんかこういうのってちょっとね、年取った人の感想みたいになってきちゃったけど、はい、私も年を重ねてるんだなとすごく思います。で、26年のね、お話なんですけど、ちょっと25年の振り返りをザクッとすると、そう、意外とね、YouTube で新しいことというか、ちょっとやってみたことみたいなのが2つぐらいあって、そう、1個がショート動画なんですよ。そう、今年じゃないね、もう去年だ。そう、去年、ショート動画っていうものを初めて作ってみて、縦型で1分以内っていう風な、制限のある動画なんですけど、そう、再生回数のカウントがあれ普通の動画と合体して告知されるのね。1週間の合計みたいなので。びっくりしちゃった。急に1000とかなるんだもん。何事かと思いました。そう、でもやっぱショート動画再生回数多いっすね。それはだって短いし気軽にスワイプで見れるからそりゃそうだなとは思ったんだけど、なんかやっぱ通常の動画との再生回数が明らかに違うから、なんか告知というか広報というか、その電波力にすごいやっぱ優れている媒体なんだなっていうのはやってみて実際感じました。そう、なんかね、意外とショート動画あるのは知ってたけど、なんとなくめんどくさくてやってなくてよくないね。そうで、ちょっとやってみたら、なんかこういうところ難しいな、だったり、意外とこういうのって悩むんだな、みたいなのがいろいろ見えてきて、すごく勉強になりました。まあね、今後続けていくっていう風な断言はちょっとできないんですけど、今、現状歌ってみたの、ショート動画切り抜きみたいなものしかちょっと出せてないので、そのうちいわゆる切り抜き、だからそのゲームの一場面とかをなんかできたらもうちょっと面白いことできるのかなっていう風に思って、なんかそんなこともできたらいいなとは、はい、思ってます。思ってるだけですけどね。そう、ちょっとね、時間があるかどうかがわからなくて、そう、断言はできない。でもやってみたいなっていう気持ちはある。そう。ただね、やっぱ、どれから、ショート動画を作っていこうというか、あんまり専用の動画を作ることは現状考えてなくって、それこそ今まで投稿してきた動画の中からなんか場面をピックアップするみたいな形式になりそうな予感がしてるんですけれども、まあ、どうしてもね、基準が再生回数の多いものからかなとかは、ちょっと今考えてます。そう、でもちょっとずつやっていきたいと思うので、まあ、なんかあったらコメントとかで、書いてくれてると、私はこっそり見て、あ、そういうのが見たいんだなって参考にすると思います。はい、ショート動画はそんな感じですね。ちょっとまたやってみたいな。で、二つ目がですね、ソロジャーナルの動画なんですよ。あんまり伸びてないけどね。そう、ショート動画でね、再生回数の話をした後に言うのもあれなんですけど、そう、でも個人的にソロジャーナルの動画結構気に入ってるというか、楽しくって、ちょっと前のラジオの動画でこっそり喋ったんですけど、オクラ入りした動画の中にね、TRPG を遊んでみた動画があったんです。そうで、なんでオクラ入りにしたかっていうと、場面がね、面白くなさすぎて作った人が悪いとかじゃないんです。ただ私が、その画面作りみたいなものがちゃんと理解できてないままやってしまったから、そう、全然、動画映えするというか、変わり映えしない画面のままプレイした、ブラウザの画面っていうのかなを表示するような形になってしまって、ちょっと投稿できないなってなっちゃったことがあったんですよ。そう。だから、ソロジャーナルはそもそも何から説明したらいいんだろうTRPG は私クトゥルフをその時遊んでたんですけど、クトゥルフね、キーパーとプレイヤーっていう本来は2つ立場が必要なんですけど、それをまずソロでやってるっていう時点でだいぶ枠外に外れてたのね。でまずそもそもそれ良くないなと思ってそうだからジャンルを変えてっていうのかな、システム変えて、ソロジャーナルっていう、一人で記録をつけるっていう形式のゲームにシフトしたんですね。そう、その方が多分一人でやってても、そりゃ自然だよね。一人用のゲームなんだから。そう、と思ってソロジャーナルにしたの。で、前はブラウザの盤面を撮ってたんだけど、なんか中途半端にそこでブラウザに頼ってやると、なんか後から演出つけるのもちょっと今の私の編集技術上難しくて。そう、だから、記録をアナログに全振りした。そう、だから動画を見てもらえばわかると思うんですけど、あれ全部レコーダーだけで撮ってまして。
そう、レコーダーで、ひたすら喋りながら、手元で、リアルなサイコロを振って、あ、今3が出た、みたいな話をしながら進めてるって形なんですね。そう。で、それを、最終的にこう、画像とかと合わせて動画にするっていう形にしたら、なんか個人的にしっくりくるものが、そう、前よりかはね、まだベストではないけど、前よりかはちょっと納得できるものができたなっていう形だったので、なんかソロジャーナルの動画はすごい進歩というか、いろいろ模索しながらできたなっていう動画の一つではあります。そう、動画編集技術のお話をさっきしたんですけど、あれ、編集、繋いでるだけですからね。いろいろね、文字とかが後から出てきたりしてるように見えるようには繋いでますけど、あれは、実は、パワポで全部画像を出力しておりまして、そうだよ、1枚ずつ全部パワポで作ってるんだよ。そうで、それを、入れて、フェードとかで繋いでるだけなんで、そう。20枚とか30枚とかパワポ作ってやってます。それからね、結構手間はかかるんですけど、でもシナリオに合わせていろいろ色味とかフォントとか、あとちっちゃいイラストとかね、なんか変えながら作れるのはめちゃめちゃ楽しかったですね。やっぱパワポってお仕事でも使うし、なんか変にね、パワポの技術が上がっていくのを感じた。そう、結構楽しかったです。ので、ちょっとね、時間はかかっちゃうから、なかなかポンポン出すのは難しいんですけど、録音自体もね、そこそこかかるんで。そう、でもそのうちまたやってみたいなって思ってます。そう、だから25年はね、ショート動画とソロジャーナルは結構大きい進歩ではありました。はい。そんな感じで1年駆け抜けてきて、もう26年かっていう感じではありますね。そう、2026年もね、言うほど目標という目標はないんですよ。そう、私ね、あんまりそういうの掲げるタイプでもないんですけど、でも登録者数は100人超えのまま1年越せたので、ちょっと今年もね、わずかな人が減らないように継続だけは強みだと思ってるので、毎週毎週頑張って定期的に投稿できるようにはしたいなと思ってます。そう。こうやってね、声の記録残すのはね、本当に続けていきたいと思ってて、記録として残ってるとシンプルに面白いっていうのはあるんですけど、意外と自分で過去の動画を見返したりすることもあって、だいたい落ち込んでる時なんですけど、そう、すごいね、気分が落ちてる時に、昔の私の、へったくそな歌とか、めちゃめちゃ下手な進行のゲームの動画とか見てると、何やってんだろうな、私って思うんですけど、そう、でも手探りで頑張ってる感じが、その時の自分にとってはすごい元気が出る要因になったりするのね。そう、だからもちろん思い出として取っておきたいって気持ちもあるんですけど、自分にもメリットがあるなっていうのはすごい最近感じてるので、ちょっとポジティブなね、力の源として今後も続けていければなというふうに思います。はい。10周年まであと1年。本当にあっという間すぎてね、びっくりしてる。ちょっとね、お恥ずかしい気持ちもあるんですよ。9年もやっててこの程度の動画なのかというね。でも私はね、いろんな人にっていうよりかは自分のためにやってる側面が強いから別にいいんですけど、そう、でも気づいたらね、2桁やっちゃってるんだなっていう風になってるのででもなんとか10年続けていけるように、あと1年踏ん張って頑張っていきたいと思いますので、温かい目で見守っていただけますと幸いです。はい。では、長くなっちゃってもあれなんで。はい。いつも聞いてくださってありがとうございます。今年も頑張ってまいりますので、どうぞ1年よろしくお願いします。お相手は星野シャナでした。おやすみなさい。